ちょっと待って、ガゴプリははあ、ユウはリクスケに反応してどっか行ったんだけど、キモすぎる、それ。いかがだったでしょうです。というわけでね、今回もね、クランリーグの方から攻めていきたいと思うんですけど、プランニングの方をね、やっていこうかなと思います。食い火ということで、ちょうどね、2つ残ってるんで、2つ綺麗に決めきればパーフェクトということで、取りたいですね。早速プランニングやっていきたいと思います。はい、ちょっとね、最近ちょっと長くなりすぎてるなっていうプランニング構図の方なので、ちょっと簡単にやっていこうかなと思うんですけど、簡単に書いたらこんな感じになりました。で、考えてるうちに変わったことがあって、ランチャーを10日弊社に変えようかなと思いましたって感じです。大まかな動きだけ言うと、食い火6時からこのガガガガガガンと動かします。マルチ IT モノリスのところへ入れていきます。で、隣、ロイヤルチャンピオンのインビジブル型でサポートしていきます。で、そうすると、ここら辺が消えていくよね。で、9時側のサイドカットのところを10日弊社アイゴレの方でやってもらおうかなと思いました。最初はランチャーで削って内側までの破壊とか見てたんだけど、結局食い火で取るところとランチャーのところ変わらないので、だったら外周部のサイドカット力を上げるために、10日弊社でもいいかなっていうところで、10日弊社を選択することにしました。特にね、こいつのタゲさえアイゴレで固めてる間ならば、しばらくは伸びるでしょうというところで。で、流れでドラゴンライダーを食い火とこの10日弊社の伸びを見て合流しつつ始める。で、対空砲に関してはロキバルでカット。で、キングに関してはアイゴレキングで反対サイド。ここね、ガゴプリいるんですよ。ガゴプリのターゲットを取るような目的で使いつつ破壊してもらって、で、この能力とかはね、クエイクブーツ、サッカーボールをこの辺でぶちかまして、タウンホール周りを削ってもらう。で、そうするとここ浮いてるんですよね。ここに対してもう一度ロイヤルチャンピオンを投げ直してフィニッシュというような流れです。タウンホールに関してはロイヤルチャンピオンだったり、キングの余力だったり、ドラゴンライダーだったり、クイヒーが生き残ってることもありそう。全部の流れがね、そういう流れで最後に合流できればなっていう形のプランニングでございます。じゃあ、早速やっていきますか。はい、やっていきましょう。OK。10日食い火で10日なのもなかなか懐かしいです。こういう流れでやっていきまして、タゲ変わったけど大丈夫そうかな。ここまで一撃まで潰しに行くか。ちょっとインビジブル多めに続いてきたんで、タイミング完璧だね。マルチ壊してから、そうなる。一旦タゲはどっこいどっこいの状況なので、こうだね。正直インビジブルは温存したかったんだけど、ブルブレが通る。ベビドラサイドカット。キングこっちから出しとこう。で、一発フリーズは入れとこう。アイゴレタゲ取りたかったんだけど、ストライカーシャーなし出して、ウィンの方は発動してる。ジャイアントでタゲ取れてるね。オッケー。ルイちゃん出して、発動。で、出して、モノリス突破してるならオッケー。出して、アイゴレ。じゃあ出しとく乗せた。ここ打つしかないか。今、オールブレーカーは開けときます。ロイヤルチャンピオンは能力だけで突破してもらって、キングも道はできた。あとはアーチャーだけど、ここはドラゴンライダー裏側が結構取れそうだね。アーチャーで対空砲狙いに行きましょう。で、フリーズかけて、キング能力だけ打っといて、OK。OK ですね。綺麗に決まった。というわけでリプレイ見ていきましょうか。はい。いろいろ同時並行にやるんでね。ちょっとキングのタゲ守れなかったのはちょっと痛かったな。
ロイちゃんパーとインビジブルの数を想定よりも1枚多く割くことになっちゃったっていうところが、ズレではあったかな。思ったより踏み込んじゃったな。そうよな。タゲ変わる。インビジブルちょっと多めに持ってきて、空飛にも使いたいなって考えてたところだったので、ここは、想定通り。で、ポイズンターンのタゲもね、バルーンで吸いつつホーミングチェック。ここら辺はもう昔ながらのところですね。で、援軍、ロイちゃんで釣れそうだったんで、釣るだけ釣って回収して、援軍当たるところ。マルチ先に壊したかったけど、しゃあないね、こうなったら。はい。で、10日弊社を裏でやりつつ、ギリギリだね。ヒーラー守んなきゃいけないっていうところと、アイスゴーレムスキップしたいんで、インビジブルしか打てない、ここは。でも、今のインビジブルも赤枠か。赤枠でちょっと、ヒーラーの数自体が減ってたんだね、ここ。しゃあない。ベビドラ10日弊社のサイドカット力のおかげでね、ずらして、ヒーラーの回復量がやっぱ、数が少なくなってるんで、それによって、ここが足りなくなってて、反対サイドではキング。で、モノリスまで折れれば OK ということなので、なんとか。食い火はちょっと耐えらんなかったね、これね。で、ちょっとストライカー出すの忘れてたっていうのと、普段はロイちゃんとかガゴプリとかがね、空飛んでるユニットだといるので、相手のヒーローをね、潰しにいけないっていうのが忘れてましたが、タイミング的には結果的には対地クロスを折れてからストライカー出すめっちゃいいストライカーになってるっていう。で、あとは回収しっかりガーゴイルとかアーチャーとか周り置いて、キング用の穴開け作って、ロイちゃんの能力解放だけしてあげて、一応、バルーンね、ビズ島用に持ってきてたんですよね。このビズ島が、この辺のタゲ取れればピン出し刺さるなっていうところだったので残してたんだけど、ドラゴンライダーとかも普通に進んだんでね、出す必要がなくなったって形でした。あとはキング能力解放して終わり。オッケー。あとはもう一つ残ってんだけど、そっちがね、ちょっと全然プラン見えなくて食い火。2本目やっていきましょう。はい、次の配置持ってきました。結構これがね、今までやってきた中でだいぶ怪しいなーって思ってるやつですね。まずはクイヒーを12時からタウンホール取るような目的でやってきます。タウンホールはね、ヒーラー射程入っちゃうので、そこもね、結構渋いですよね。で、レイジの枚数今回かなり少なくて2枚しか積めないんですけど、そのうちの1枚をね、クイヒーに使いたくないので、ちょっと見習いオーデンをね、クイヒーのサポートに入れます。挙動のこの区画が結構被弾長そうで火力も高いので、これがどうなるかっていうところ。で、サイドカットね、この辺をロイヤルチャンピオンインビジブル3発。だいたいこの辺かな。を、リターンなしでやります。リターンなしなので、もうロイヤルチャンピオンはここで死んでもらうような形になるので、ヘイストにしてますね。ヘイストとエレクトロブーツインビジブル3発で、どこまで伸びるかっていうような使い方で、やっていく感じになるかな。呪文の枚数が結構カツカツですという状況です。そうすると大雑把にね、この辺が削れたことにしましょう。大きく削れたことにして。そうすると青の部分が残るんだけど、ここをどう取っていくかっていう問題ですね。端っこのやつはね、適当に何かで取ればいいんですけど、初動のこの辺テスラが入ってくるんですけど、バルーントームで入れていきます。で、中央のこの区画がかなりしんどいんで、ここをどうにかしなきゃいけないんですけど、それをね、突撃かインエティクローンを使っていこうかなと思います。トルネードはね、タウン前にあるの確認済みです。で、スーパーイエティとかも入れつつ、突撃艦クローン入れて、真ん中、クローン一発でどれだけ破壊できるかみたいなところ、だいぶそれにかかってますね。あとはロイヤルチャンピオンが、余力でちょっと触れたり、ダイカあるんでね、そんな大したことないと思うんですけど、あとは余力でね、クイーン裏、こことかぐらいなら拾ってくれたら嬉しいなとか思いつつ、ちょっと厳しそうですね。で、あとはロケバルを手元に大量に残しつつ、ガゴプリですね。ガゴプリこの角度で入れていこうかな。能力ぶち当てたいので、この対空砲とかいろいろあるところにね、このガゴプリぶっ刺して、なんとかしてくれっていうような形です。フェニックス型の方が若干強いかなと思ってるんで、ここが5カットして、そうすると結局ここ防衛施設からスタートできるんで、そっちで今は考えてるっていう状況ですね。賞味呪文の枠数が相当カツカツなので、結構渋そうだなって考えてるようなアタックですと。早速アタックいこうかなと思います。はい、というわけでね、2本目攻めようと思ってね、プラン喋ってたらね、ちょうどね、前回取ってくれて、パーフェクト決まりました。これでね、ちょっと自信のないプランだったんで助かりましたね。これで前回取っても取らなくても、
パーフェクト勝利というような、勝利かわかんないけど、状況で攻めることができたので、気楽に攻めることができます。早速やっていきましょう。よいしょ。体感渋め。結構強気なプラン。で、ガゴカットとかも入れていくと。ロイちゃんは別に早く出す必要ないんで。見習いボードに忘れてた。前も忘れちゃったな、そういえば。やっぱ足りるね、これで。サイドカットにはなっている。どうだ、これ。ロイちゃんは大丈夫そう？ブレカ通して。ロイちゃんの方、ヘイストかけていきましょう。どうだ？ヒーレイジュとか。レイジタワー壊してほしいけど。熱い位置に止まったな。うわー、まあ。先にタウンホール壊してね。オッケー、それはオッケー。それはとてもオッケー。じゃあ始めましょう。ホーム入れて、相手のヒーロー処理用に一応持ってきたんだけどな。ちょっとガゴプリは何し、ユウは何し、リクスケに反応してどっか行ったんだけど、キモすぎる、それ。ユウは何しに中央へだよ、それは。あまりにもキモいな、それ。いやー、どうしよう、これ。ストライカー処理決めてウォールブレーカー入れるでしょ。で、タゲずらして、フリーズ決めて、なんとかなったか。いやー、そのガゴプリやってるだろう。危ねえ。全然いけるんだな、これ。ちょっとリプレイ見直すか。マジか、お前。というわけで見直していきますか。ミナレルオーデン強いね。VP へのサポートだいぶ助かった。どういうことそれ。この辺はね、安定して進めれるところなので。で、ヘイストロイちゃんのパートもね、捨てるだけなんですけど、結構伸びてくれましたね。リターンの呪文をね、入れることができないっすね、この呪文のワックスだと。で、クイーンのサイドカットとして使うわけではないので、今回これ。だから別に早めにやっとく必要がなくて、で、ホーミングチェックもしっかり決まりましたね。で、ウォールブレーカー入れて、一応ウォールブレーカーを入れることでね、これタイミングよく入れてたことで、タウンホールの攻撃を分割するみたいな目的もありますと。で、アーチャーの、ガーゴイルのサイドカットもできてますね、こっち。で、ロイちゃんはもう能力使って、あとは頑張れです。で、クイーンとぶつかるところ、ストライカーも入ってて、これはギリギリヒーラーかぶったことでなんとかなってるっぽいね。エイジターの破壊まではいけなかった。ここ見習いウォーデンついてることとレイジ打ったことで先にタウンホール潰せたのも良かったですね。で、あとは回収のバルーンと、ガーゴイル置いて、バルーンパートスタート、突撃艦ストライカー入れてらっしゃい。いいと思うね、しっかりモノリスの方にも進んでもらうような形。これストライカーで出た。これそれ 2？ 慌ててロケバル刺したけど、ちょっとそれひどない？一応対空砲だけ潰して、その動きされちゃうと困っちゃうなということで、ジャイバルーン裏から刺して、ストライカーで、ストライカーにインビジブル打ったことで、これ、動いちゃったか。一応延命かけてたんだけど、できるだけダメージ入れるような形で、で、クイーンの方もウォールブレーカーでワンチャン生き残った時に上振れるので、このウォールブレーカー強いんで、持ってきてました。はい。フェニックス型なんで、ガゴプリは死んでも仕事するというところ。いやー、ガゴプリこの動き方してもこんなに余裕あるなら結構余裕だったっぽいね。
はい、というわけでね、無事星6。まあ僕の前回はなくてもパーフェクトだったんですが、ちゃんとね、パーフェクト取れてよかったですと。まあ地味になんですけどね、これ、クイヒーのプランニングのやつね、始めてからパッと1回もしなくてっていうのは全部全回取れてるんですよね。オール全回中でちゃんと。それも地味に嬉しいですね。クイヒー、ちゃんとプランニングすれば全回取れるんだね。で、多分ね、この動画上がってる時にはもう週1投稿になってるかなと思うんですけど、アメリカにいてね、動画投稿できないシーズンに入ってまして、まあ、週1でこういう動画をね、ポンポン上げていくって形になってると思いますので、まあ、ちょっとね、5月のアタックになってくるのでね、6月とかにもしかして新要素が出てたりとかで、あれになっちゃってるかもしれないけど、そんな感じです。はい。というわけで、チャンネル登録、高評価でシェアします。発言をお待ちしましょう。さよなら。